はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ豊です。今回はお家で美味しいドリップコーヒーが飲めるようにドリッパーについて、ちょっとお話をしていきたいと思います。前回バリスタ豊の使っている器具の中で軽くドリッパーについてはお話ししたんですけども、今回はさらに詳しく説明していきたいと思います。ドリッパーの話は結構長くなると思うので、心して聞いていってください。とても重要なので。なぜ重要かと言いますと、ドリッパーってコーヒーをハンドドリップの中で一番と言っていいほど決め手になる部分だと僕は思っているので、このドリッパーの仕組みを含めて本日は説明していきたいと思います。まずはですね、今回はこの3種類ですね、をご紹介していきたいと思います。まずは前回もお勧めしたこちら、ハリオの V60 シリーズのドリッパーですね。これはプラスチック製なんですけども、いろんな陶器であったりとかガラスであったりとか金属もありますね。一番初めはプラスチックがいいんじゃないかという説明をさせてもらいました。中に少し螺旋状のリブっていうんですけども、突起があります。これが V60 の特徴です。で、こちらも同じくハリオさんのドリッパーになるんですけども、これは紳士式と言われる漢字で紳士式って書くんですけども、見た通り付け込むことのできるドリッパーになります。で、こちらにレバーがあって、開閉ができると。自分の好きなタイミングで流すことができるものです。で、さらにこれがコーノというブランドのドリッパーになるんですけども、ハリオさんとほぼ同じような感じなんですけども、このリブが違います。リブがもうここの一番奥の方のところにしかないんですけども、この理由は後ほど説明させてもらいます。で、こちらのセラミック、陶器のドリッパーをネットで見て、これ安いなと思って買ってみたんですけども、これは失敗です。なぜかというと、この中のリブがものすごい低い滑らかな状態なので、これではちょっといいコーヒーが出せないんじゃないかというふうに思ってます。ここのリブがものすごい、ここのリブが浅いんですよ。この部分がしっかりと段差がちゃんとあるので、これがものすごい大事になってくるんですよ。で、ここにちゃんと、ハリオの、これ02ですけども、ハリオって書いてあるんですけども、こちらのプラスチックの分にも書かれてますね。しかし、この安かったドリッパーには書かれてないんですよ。なので、これはハリオさんのものではないということになるんですけども、はい。なので、これは失敗しました。なので、ちょっと、ここのなぜここが必要なのかっていうのは説明は後ほどしますけども、これはちょっと失敗です。なので、皆さんも注意しましょう。黒い枠がこのドリッパーのこの三角形の部分だと考えて、で、青いのがこのリブだと思ってください。灰色の部分が紙フィルターだと思ってください。フィルターを乗せますと。乗せた時に、リブがあるので、少し浮くような形になりますね。で、コーヒーの粉を入れます。で、お湯を入れた時に、どこからコーヒーが出るかと言いますと、この周り、フィルターとリブの間のこの隙間から出てくるんですよ。で、下に伝わっていくので、このリブが立ってないと外から出れない状態ですので、このちょっとの部分だけでゆっくりと落ちるようになります。そうするとどうなるかと言いますと、コーヒーの粉にお湯がずっと浸かった状態になるので、コーヒー豆の味、成分がよりたくさん出てしまう。よりたくさん出てしまうとどうなるかというと、苦味成分から雑味成分とか、えぐみとか、そういったものが悪い味も一緒にどんどん出るようなイメージですね。なので、適切にこの紙フィルターを装着するのと、リブがちゃんと立ってないと隙間ができないので、コーヒーの流れが悪くなります。で、例えば、洗浄をした時に、このラインを見てくださいね、というふうに言ってるんですけども、参考写真この辺に載っておきます。このラインがきちんと出ることによって、ちゃんと隙間ができてますよ、というふうになるので、もしそれが片側なかった時、そういった時どうなるかというと、コーヒーの粉を入れまして、出す時に、片側、リブのとの隙間があるところから出る。でもこっち側は出ない。ってなってくると、同じく、嫌な成分が
出やすくなるという現象が起きますので、ドリッパーの購入の際は加味して選んでもらった方がいいと思います。基本的にそうですね、プラスチックであればそんなに高くないですので、きちんとした製品というかものを買った方が僕はいいとは思ってます。はい。はい、続いてハリオの紳士式のものなんですけども、入れ方としては漬け込むことができるっていうのが最大の特徴です。この中に鉄のボールが入ってまして、でこちらのそのスイッチをオンオフすることで流れなくできるんですよね。これどんなメリットがあるかと言いますと、コーヒーを長くつけておくと嫌な成分が出るってさっき言いましたけども、それをこの開閉をすることによってコントロールできる。どこの部分を出してどこの部分をさっとね流すみたいなこの形ができるので、この V60 ってお湯の注ぎ方によって結構味の出方っていうのは変わってくるんですよ。しかし紳士式にするとより安定した味になりやすい、入れ方によっての味の変化っていうのが少ないので、なので僕は初心者でも結構これはおすすめなんじゃないかなとは思ってます。お湯のこの注ぎ方がそこまで気を使わなくても似たような味になるので。続いてこちらのコーノのドリッパーなんですけども、これはリブがこの下の方にしかありません。ということはこの上の大部分からは外に出てこないってことですね。なので基本的にはゆっくり出るようなイメージになります。でこれどういった特徴があるかというと、焙煎したての豆とかは二酸化炭素のガスが排出するんですけども、それを下に逃がさない、ガスなんで上に来るんですけども、それを下に逃がさないような入れ方ができるものです。なので比較的雑味というか二酸化炭素のガスであったりとかコーヒーの油分ですねの味が下に行きにくい構造になってます。ただ注意しないといけないのが入れ方、常にこのリブよりも液面が上にある状態に入れないとダメっていうのと、終わりもドリッパーの上にまだお湯がある状態でさっと溶ける。じゃないとせっかく二酸化炭素のガスを避けてたのに最後まで落としてしまうとそれがどうしても下に行ってしまうので、途中でパッと抜けるような入れ方をします。この3つとも円錐型紙フィルターを使うタイプのドリッパーになります。この2つはいけるような感じなんですけど、これもいけます。はい。それでは実際にね入れていきたいと思います。この V60 に関しては一緒に入れてみようという動画がありますので、それを参考にしてください。今回はこのコーノ式と V60 の紳士式の入れ方を説明していきたいと思います。はい、それではまずこちらの V60 紳士式のドリッパーの説明をさせていただきます。先ほども言いましたけども、こちらに開閉があります。上にある状態がコーヒーが下に行かない状態ですね。下に下げることによってコーヒーが下に行くことができます。入れ方はそれぞれ初めから漬け込むのと、真ん中の時に漬け込むと、最後の最後を漬け込むっていう方法があるんですけども、僕個人的には真ん中を漬け込むのが一番美味しくできると思っています。というのはコーヒーって一番初めって結構味が出やすいので、そこを漬け込んでしまうと風味が多すぎるんではないかというふうに感じるんですよね。後ろの方が味が出にくいんだったら後ろの方を漬け込んだ方がいいんじゃないかと思うんですけども、そうすると逆に苦味とか雑味とか渋み成分が出やすくなってしまうんじゃないかということで、真ん中をちょっと漬け込んだ方が一番理想的な味になるのではないかと思っております。なのでまずは蒸らしの時オープンの状態でスタートします。まずは洗浄をしていきましょう。でこの紳士式は下の方から抜けていくので、そんなにこのフィルターのリブがどうのこうのとかいうのも特にないです。はい。15g。では、まずは蒸らしからいきます。まずはいつも通り30。
で、3回に分けてもいいですし、2回に分けてもいいと思うんで、僕は今回2回に分けていきます。完成が230だとして、100、100で分けようと思います。その方が覚えやすいですからね。なので、この時に130まで入れていきます。この時もほぼ真ん中でこう、できばなると思います。130ぐらいですね。全部落ちきるか落ちきらないかぐらいの時に、一度このバルブ、このスイッチを上に上げます。15秒。はい、出ました。で、続いて目標値の230まで。この時はちょっと混ぜるようなイメージで、中の粉を混ぜるようなイメージで、はい、230いきました。大体僕はいつも1対15でやってるんですけども、このコーヒー豆の個性が強い場合は1対16、1対17でも全然美味しくいただけると思います。それは好みにやってもらったらいいと思うんで。で、大体30秒ぐらいこう突き込んだら、バルブをこう抜けるようにしてもらったら、ちょうど2分30秒ぐらいな出来になると思いますので、ちょうど良いコーヒーができると思います。はい。で、垂れると嫌なんで、止めてもらって、よいしょ。はい。ここで一度味見というか、飲んでみますね。そう、しっかり味が出てるな。なので、この出し方だと1対17でも全然いけるかもしれないね。なので、この230を250とかも全然構わないと思います。OK。では続いて、河野さんのブランド、はい。同じく洗浄。はい。多分ね、これね、わかりづらいんですけど、下の方に抜けるような形でしてもらうのが、この河野ドリッパーの入れ方になるので、この紙フィルターの装着方法に関しては、ちょっとこれは、難しい部類になってしまうかもしれないですね。入れ方はそんなに難しくはないんですけども。思います。それでは、入れていきたいと思います。蒸らしはほぼほぼなしな状態でゆっくりと入れていきます。常にぷくぷくとなっているのがさっきのリブよりも下に行かない状態ですね。これ細口のケトルがないと難しいと思います。で、目標値どれぐらいまで入れるかって話なんですけども、いつもだったら230なんですけども、ここに止めた方がいいかな。230でも上に残さないといけないので、もう少し、ちょっと多めな状態で、どれぐらいかな ?300 ぐらいにしましょうか。80、70ぐらい多めに入れてきます。はい。で、どれぐらいかな。はい。こんな感じでできました。だからこの上にある泡が下のコーヒーに行かない入れ方になります。なので、コーヒー自体も比べるとやはり深みが少なく感じるようなイメージで、なのでコーヒーのコクが少ないようなイメージな味です。なので、もちろんこれ好き嫌いはあると思いますね。面白みがちょっとなくなるというか。なるほど。はい、それではまとめにいきたいと思います。まずはですね、やはり一番おすすめはこのハリオの V60 というシリーズでプラスチックがお買い求めやすいですし、これがやっぱ一番コスパがいいんじゃないかなと思ってます。で、ネットで安いものを見つけても美味しいコーヒーができないかもしれないので気をつけてください。このリーブが大事です。実際僕はあんま使ったことないんですけども、こういうのを入れてみましたけども、もう少し研究というか検証していかないとうまい入れ方がちょっとまだ理解できてないと思うので、初心者にはあまりお勧めしないです。また美味しい入れ方が分かったら皆さんにお伝えしたいと思います。ハリオの紳士式の分に関してはおすすめですね。お湯の注ぎ方がそんなに気を使わなくてもいいっていうことなんで、これはおすすめです。本日はドリッパーのご紹介をさせていただきました。ドリッパーは美味しいコーヒーを入れるための2番目に大事だと思ってます。1番目は何かというとコーヒー豆です。自分にとって美味しいコーヒー豆に出会うことがまず一番先決
で、次に、ドリッパーかなと思っております。なので、美味しいコーヒーが飲めるために、一つ買ってみて、自分でハンドドリップ入れてみましょう。あなたにとっての最高の一杯、それに巡り合えるために一緒に勉強していきましょう。ではまた。もしこの動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると、最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただけますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。